皆さんこんにちは。今日は心臓リハビリテーションについて、お話をしたいと思います。皆さん心臓リハビリテーションしましょうと勧められましたよね。どんなことだろうというお話です。この絵を見てください。これは心不全の方が心臓リハビリテーションをした場合としなかった場合の寿命の違いです。イタリアのデータなんですけれども、赤い線は心不全にかかった後、心臓リハビリテーションをしなかった方。青い線は心臓リハビリテーションを行った方。5年後、1600日目やとかその辺を見てみると、長生きしてるかどうか、寿命が心臓リハビリテーションをすると倍になってるのがわかりますね。この絵は心筋梗塞の方に対する心臓リハビリテーションの効果の絵です。アメリカのデータなんですけれども、黒い実線は心筋梗塞にならない普通の人の寿命です。で、青い点線、心筋梗塞になった後に心臓リハビリテーションを行った方の寿命。右の絵の赤い点線は心臓リハビリテーションを行わなかった方の寿命。赤い線は随分黒い線と離れて寿命短くなってますよね。一方、左の絵の青い点線は黒い実線とほぼ重なっています。要するに心筋梗塞の後の心臓リハビリテーションは心筋梗塞による寿命の短縮というものを予防してくれるんです。普通の人と同じ、人生を歩める心筋梗塞をなかったことにしてくれるんですね。で、心臓病に対しては心臓の治療、手術とかカテーテル治療とか飲み薬、これはもちろん大切です。これしっかりやってもらってくださいね。ところがそれだけではなくて、全身の治療、これが心臓リハビリテーションなんですけれども、それも必要なんです。心不全の人、すごく大雑把な絵なんですけれども、体力、これ運動対応のとかいう言葉使うんですけれども、体力がある人ほど元気で長生きする、もうそういうことは分かってるんです。狭心症とか心筋梗塞の人はやっぱり動脈硬化が悪いんですけれども、それを最終的に治療して病気の新たな発症とか再発を減らすのは適切な運動と食事。これも心臓リハビリテーションなんですけれども、それが重要なんですね。ですから適切な運動、食事習慣、生活習慣、そういうのがちゃんとできた人ほど発症再発率が低いと、そういうデータがあります。心臓リハビリテーションっていうのはですね、リハビリテーションってついていますので、なんか病気になっちゃった後の社会復帰とか、そういうイメージあると思います。で、確かに昔は心臓病の後すごく長い間寝てないといけなかったんです。で、そこからの社会復帰のためのリハビリテーションと、そういう意味合いでこういう名前ついたんですが、今そんなに長く寝ないですよね。食事療法とか運動療法、生活習慣の改善、そういった昔のリハビリテーションに関連する項目、それをすると、元気に長生きして心臓病も治るというのが分かったので、それらを用いた心臓を含む全身を治療する手技、これが心臓リハビリテーションというものなんです。ですから、血管開いてもう悪いとこないですとか、自分は、体力あるから大丈夫ですとか、そういうことではなくって、将来の心臓そのものの病を治すとか、再発を予防するという意味で必要なんですね。対象となる病気、これは厚生労働省の決まりでもう決まっているものがあるんです。1番目、急性心筋梗塞と狭心症。2番目は開心術後って言ってるんですけれども、心臓の手術ですね。バイパス手術とか心臓弁膜症とか、
そういう手術の後の人です。で3番目は経カテーテル大動脈弁置換術後と言ってますけれども、胸を開かないでカテーテルを使って大動脈弁に新しい弁を入れた方いらっしゃいますよね。TAVI とか TAVR というようなものです。で4番目は大血管疾患っていうんですけども、大動脈の解離とか解離性大動脈瘤とか大血管の術後の方です。で5番目は心不全。心不全の中でも急性期を過ぎて慢性心不全になった場合なんですけれども、細かい基準はここに書いてあるんですが、慢性心不全の方は心臓リハビリテーションの適用です。で6番目は末梢動脈閉塞性疾患って書いてありますが、歩くと足の血管の動脈硬化のために足が痛くなる、そういう方いらっしゃいますよね。でそういう方に対して心臓リハビリテーションは、保険の適用になっています。こういう6種類の、疾患群に対して心臓リハビリテーションは適用があるということです。で心臓リハビリテーションの内容ですけれども、1番目は運動療法。有酸素運動が有名ですよね。軽く息が切れる程度で動きましょう。それが中心にはなるんですけれども、最近はそれに抵抗運動といって、筋トレとかレジスタンストレーニングとかそういう風なやつですね。筋肉というのがものすごく心臓病に重要だというのは分かってきたんです。ですからそれがちょっと足りないかなっていう方は抵抗運動もやりましょうというふうに言われると思います。あとプレトレーニングってありますよね。心不全で今まで寝てた人がいきなり歩き回ったりとか筋トレ、イメージ湧かないですよね。でそういう人のトレーニングの前のトレーニング、つま先立ちとかですね、ベッドの上でちょっと足を動かすとか、そういうのも運動療法の一つとして考えて実施されます。いろんな内容があるんですけれども、それは病院のスタッフ、理学療法士さんとか看護師さんとか健康運動指導士さんが考えてやってくれます。で、運動が安全なのかどうかというの心配ですよね。でそのためには、CPX っていう運動負荷試験を行って、わざとちょっと医者がいる前で運動して安全性を確認するという負荷試験を行うことがあります。でそれを行うと運動処方もできるし、どのぐらいで生活していいですよっていう生活指導もできるんですね。ですからなるべくだったら CPX を行った後に運動療法というのを行うといいというふうに言われています。でそれから食事療法ですね。食事療法の第一の柱はやはり減塩です。心臓病、特に心不全とか狭心症、心筋梗塞、これは減塩というのが非常に効果があります。で心臓病の方の病院食、味が薄いってみんな言いますけれども、あれは 6g です。塩分の量が1日 6g、 本当は未満なんですけどね。でそれは寿命を延ばしますので、せっかくの経験ですから、その味付けを家でもやりましょう。でそれから適切な体重維持。これはですね、狭心症、心筋梗塞の方は太っていれば、あるいは内臓脂肪が多かったらそれを減らしましょう。で心不全の方で痩せちゃってる方いらっしゃるんですね。そういう人は体重を増やしましょう。ですから適切な体重、その維持が、必要だということです。この他に個別に、カロリーがどうだとか糖質がどうだ、脂質がどうだという話があります。これはもう栄養士さんの、お話をよく聞いて、その話を守ると、食事っていうのはものすごく大切なんです。心臓病を治すために、非常に強いパワーを持っているので、食事療法もしっかり守りましょう。でそれから生活習慣の改善。タバコをずっと吸っていた。これはやめましょう。白衣を着ている人にタバコどのぐらい吸っていいですかと聞いて、いいっていう人いないです。ね。一本もダメです。で、最近は電子タバコとかも言われてますけども、
あれもヨーロッパの学会ではダメだというふうに言われています。ね、禁煙は守りましょう。あとはストレス。ストレスは大変ですよ。これは、心不全、心筋梗塞、それらの病気の大元です。でストレスを、なくせる人はいいですよ。ものの考え方を変えるとかですね、そういう努力をするといいと思います。でもストレスある程度あった方が、生きがいになる人もいたり、元気になる人もいるんですよね。でしかも職場でもうストレスをなくすことなんてできないっていう人もいますよね。でそういう時はまた戻りますけれども、運動療法をするとストレスに強い体になるんですよ。でストレスでピキピキピキって体を刺激して、運動でそれをバリバリっと守るといいじゃないですかね。そういうストレス管理の仕方を心臓リハビリテーションで学んでください。であと最近言われてるのが睡眠を何時から何時まで取るか、どういう時間帯に取るかと、それから睡眠の深さ、そういうのもすごく大切だということは分かってきました。オートファジーとかですね、そういう難しい言葉も聞いたことある人いるかもしれませんが、寝てる間に体がきれいになるんですね。で心不全の人なんかはその心不全の進行が妨げられたり、心筋梗塞になりづらくなったりします。でそういうようなことも心臓リハビリテーションの現場に来ると、看護師さんとかいろいろと教えてくれます。そういうような生活習慣の改善なんかも心臓リハビリテーションの大きな柱の一つです。心臓リハビリテーション、施設で実施できるのは、保険適用では週3回なんです。最高で週3回。なるべくたくさん通った方が、効果は強いというふうに言われています。ですけれども、通院の手段がないとか、いろんなことで、そんなに来られない方もいらっしゃるかもしれません。でそういう場合は同じことを自宅でやれば同じ効果が必ず出るんです。ですから病院に来られないからといって心臓リハビリテーションしないということではなく、自宅でするようにしましょう。人間の特性としてですね、自宅でやってるとどうも甘くなってしまってやめちゃうんですね。そういうこともあるので、たまには病院に来てやるといいですよというふうにお勧めしています。で患者さんの声なんですけれども、やっぱり心筋梗塞とかすごく痛い、もうやっぱり死んでしまうことを予感させる痛みなんですよね。であれはもう辛かったと。であんな経験はもうしたくないと。でそこで血管開いて「もういいですよ、ご自宅帰ってください」って言われるんですけども、やっぱりそれで一人でまたいるといつまた同じ痛みが来るか不安ですよね。でそういう時に心臓リハビリテーションの現場に来てスタッフと話したり、あと仲間と話してると、安心感が出るんですね。これはもうストレスコントロールの最大の、方法です。そういうことができてよかったっていうことはおっしゃる方もいますし、あと心不全でもうこんな心臓だと動いちゃダメですよと、もう心臓移植しかないですよと言われる人もいるんですね。で移植かっていうのをやっぱり考えますよね。でもそこで心臓リハビリテーションやると移植なんか全然いらなくなることがあるんです。そういうことが本当に起こって、ここに来ててよかったっておっしゃってくれる方もいました。心臓リハビリテーションに参加すると随分と心臓だけじゃなくて、人生が変わったという方もいらっしゃいますので、ぜひ参加してください。まとめですけれども、心臓リハビリテーションを行うと心臓の機能、それから動脈硬化、それらが改善したり、あとそれだけではなく体全体の機能が改善、特に骨格筋とか血管とかそちらの方への効果の強いんですけれども、あと自律神経もいいですかね。体全体がとにかく良くなるということなんです。こういう体全体を治せる治療は心臓リハビリテーションだけです。でその結果病気の再発が減って飲み薬を減らすことができて、より元気な状態で長生きできるようになるんです。
皆さん心臓リハビリテーション参加をして長く続けて元気な顔を見せてください。お話は、ここまでです。で、皆さん向けのお話この他にもいろいろ用意しますので楽しみにしていてください。細かい内容については概要欄にいろいろ今後用意しますので、そこも楽しみに見てください。どうもお疲れ様でした。